はいどうも、みーねこです。今回もジョジョの奇妙冒険ラストサバイバーを後付け実況していくわけなんですが、今回はね、いつもと違う動画になっておりまして、とある方からね、動画を提供してもらい、しかもね、使ってもいいよという許可をもらったので、なんでね、今回はブチャラッティの勝利数ランキング上位であり、そしてブチャ扱いの中でも猛者中の猛者、その猛者の一人でもある北津さんのブチャ視点の動画になります。ちょっと噛みましたね、ごめんなさい。なんでね、ちなみに、今回は、そのこの北津さん視点、ソロとペア戦の動画になるんですが、もっと見たいなって方は実は配信の方でねアーカイブス上げてますので、そちらの方をちょっと長いですけどね、ぜひよければ見てください。はい、というわけでね、ちょっとねテンポよく行きたかったので、ちょっと前置きをだいぶ省略しました。なんでね、前置きはここまで、前座はここまで。さあ試合の方を早速見ていきましょう。はい、というわけで早速見ていきましょう。はい、北草のブチャラチ視点ですね。今回ね、ソロ戦なんで、これは2試合目ソロ戦になります。なので、開幕は、資格をわざわざあさって、レベル3になればね、ブチャラチは戦えるので、おそらく。さあ、これでレベル6ですね。さあ、ざんざんずっと喋ってきましたけど、おそらくカットしてるからさあ、対面はジョースケの接敵。さあ、ここちょっとエイムがしっかりとやってしまったが、エイム失敗してしまったが、ここから冷静に逃げていく。さあ、ここから北久さんは冷静ですね。しっかりと離れて、バックステップしながら、いつもジョースケを仕留めていく。ちょっとね、最初の方は、これはね、本当にね、ブチャラティの強いところと弱いところがはっきりと出た場面なんでね、今回このシーンを抜粋しました。そんな感じでね、近寄られると基本的にブチャラティはやられてしまいます。しかし、やっぱり射程距離をね、しっかりと、射程管理をね、しっかりとすれば、先ほどのように、ノーダメージであえて上級とかを務めることができるっていう場面ですよね。なかなかね、ちょっと危なかったですけど、今のは。北久さん、結局、その後はしっかりと、落ち着いて対応していった。対応っていうかな、対応していったので、やっぱりこの辺はやり込みがしっかりと出てるかなと思いました。はい、そんな感じでね、回復もいい感じになりましたね。これがソロ戦、この辺がソロ戦ですよね、やっぱり。とりあえず、あさってればシールドとかこんな感じでポンポン落ちてるんでね。ソロ戦は、もう敵倒したらシールドがっつりあさっても全然問題ないですね。こんな感じで。ランチャがいました。遠隔飛ばしてこちらに牽制しているといった状況か。ここには仕掛けられないな。少し削られてしまったのでシールドがおそらくあるだろうと読みだったが、投資があった。これは美味しい。これでランチャーを見つけていきたいところ。さあ、屋上にシールドがあった。これはもう真っ先に尻っ腹駆け上がっていく。投資の時間がね、尽きる前に見つけたい。さあ、ビシビシという音も聞こえました。あれはさあ、高1。さあ、ポーシング来て完全に我々動画提供する上でアピールをしていき、動画映えをね、狙っていく、そんな動きが見つけられたが、さあ、誰がいる？さあ、どことこれで近接タイプ、高1、ナランチャがいる状況ですかね。さあ、あそこにナランチャがいたぞ。さあ、これは奇襲をかける準備か？これは奇襲をかけようとしてますね。しかし、ピコーンでバレちゃったので、おそらく無理だろうと思って、ここは諦めてますね。無理に奇襲し、ここ奇襲しても確かに問題はないんですが、ナランチャの場合はね、レベル3から使えるボラーレボムっていうのがありますので、ちょっと無理に行くと、ボラーレボムから一気に削られてしまうので、もっとグッと音が来ましてね。さあ、これで分かったのは、ディオがいますね。ディオ、高1、ナランチャ、あと1人が分からないっていった状況ですよか。さあ、後ろから足音が聞こえるので怖いが、ディオは廃流だった。さあ、廃流も確認しましたんで、ここは逃げていきたいが、ナランチャの射撃も怖い。あまりね、こうやって中央位置に立ってると、おっと、ドゴーンと聞こえましたね。あれはキラですかね。さあ、ドーンととか聞こえました。時止めの音。これはロードローラー落としてるでしょう。ボゴーンと音が鳴って。さあ、これで廃流はね、ロードローラー入ってくれたのはすごく美味しいですね。
この場面。まあ、おそらくドゴーンと音はおそらくキラーですかね。はい。キラーの第一の爆弾ですね。さあ、ここで誰かどっちかがやられてしまった。左下の名前を見るにね、どっちがやられたかわからないんですよね、この状況。まあ、おそらくキラかハイディオ。まあ、どちらかが生き残ってるんだなっていう状況か。てか、3人ですね。さっきビシビシ言ってた光一はやられてしまったようですね。大体いつもこのパターンだと、光一は遠隔でね、どっちかを攻撃してくるもんなので、おそらく光一が一切攻撃してこない、アクションも起こしてこないっていうことは、まあ、おそらく光一もやられてしまったのでしょうということですね。さあ、ここは奇襲をうまいこと仕掛けていくが、さすがにね、ピコーンでね、CO2 スキャンですね、これが。この音、CO2 スキャンなんですが、この CO2 スキャンで位置場所がバレていたので、奇襲はちょっとできなかった。が、まあ、相手を離れさせることは成功。さあ、確認した。さあ、もう一人もいましたね。キラでしたね。どうやらさっきのハイリオとの戦いで制してきたみたいですね。どうやら彼は幸運の持ち主です。さあ、扉が閉まっているが、ナランチャー小窓を抜けれるので、がここでシアハート。さすがにブチャラティ、ダイブで逃げれますね。ここはしっかりと不意打ちにねされてもしっかりとダイブをしていくのは北草の強みですね。こういうああいうね何が来てもダイブとかじゃ対応していく立ち回りっていいますかね、状況判断の速さはこうやってブチャラティを使い続けているやり込みがねしっかりと見れたっていう感じですかね。さあ、ここは相手を範囲外に追い詰めているぞ。さあ、キラーをしっかりと殴られない距離で行くが、そうするとナランチャに襲われている。さあ、キラーが来ている。これはちょっと危ないので、一回ダイブで距離を通る。画面端でキラーもこっち来てたんでね、もう殴られるぐらいならダイブするという感じでしたね。さあ、こうなってくるとナランチャが怖い状況か。あと1回ダイブが使えるので、相手がね、シェアハートアタックか、ボラれるので、さあ、しっかりと射程距離を生かしていくが、ナランチャがこっちを削ってくるぞ。さあ、ここは殴っていき、ナランチャのモーションを避けつつ、キラに近づいて、このまま撃墜。さあ、残りラスト。ボムが範囲が当たっている。ボムの範囲広い。さあ、ここはダイブで一旦離れて、一発殴って、相手のブチャラティに逃げようとしたナランチャがそのまま範囲外に出てしまってね、その範囲外ダメージで次の時撃墜し、そのままラストサバイバーを取っていく。これが帰宅ブチャラティだ。さあ、というわけでね、続けて2試合目続けて見ていきましょう。2試合目はね、ペア戦の動画になります。確か相方ジョルのジョバーナですね。さあ、相方もね、ダービーの資格をさっつりあさっていった状況か。さあ、いい感じ。あとダービーの資格が戯れているぞ。この戯れに右手に緊張するのを突っ込んでいく。さあ、ダービー、資格をあさって、だだ走っていく。幹部と部下の、これがジョジョの奇妙冒険、黄金の風か、黄金の風 in 回路。ちょっとかけていって、次、総集発見。これは美味しいガシャンと音も聞こえましたので、それで敵をプレイヤーを確認したいところ。さあ、これはどっちに譲るのか。こっちから駆け上がって、さあ、投資を取っていく。さあ、確認しました。しゃがみにしゃがんでいるミスタと丈太郎ですかね、あれは。そのミスタと丈太郎確認。さあ、ミスタが待ち構えてるの読みで、しっかりと敵の弾をしっかりと受けて、全弾命中。しかもこっちの攻撃は当たっていない。さあ、丈太郎一発もらって、ヘッシュも一発もらってしまったが、ミスターだいぶ削っている。さあ、ここはダイブで詰めるか。いや、これは上からしっかりと丈太郎を狙い上げて打っていく。さあ、これはもう、これで十分と判断ですかね。そうですね、これで、そうですね、だいぶ削ったんで、今ので。丈太郎は削れてないんですが、ミスターだいぶ削ったんで、これはもう、残り、ワンペアを探している状態ですけどね。気がつけば、6人ですね。先ほどのミスター・ジョータルは確認したので、あともうワンペア、探したいっていう判断で、ここはちょっと一旦ね、下がったって判断ですかね。ここでペア倒しても、残り4人とかになって、その4人がね、もしロードローラーとかだったら、ジョロヌルワンとかね、ちょっとやられてしまうので、さあ、しかし、さっき喧嘩を打ってしまったがために、ミスターが、さっきのミスターか、それと別のペアのミスターなのかわからないが、
こには仕掛けられない。案の定ブチャラティに殺意むき出しになっている。あ、そりゃそうだ。さあこれでシールドは完璧に溜まった。美味しい状況ですね。さあ範囲内に移動して敵を追い詰めたいところ、投資がポロポロ落ちてますね。これは美味しい。この投資も自分的と、あっとしかし気がつけばもう早くも残り4人。さあどっちがやれちまった？タローミスターか、それとも別のペアが倒したのか、それはわからないが確認。ミスタとあれはディオですね。しかも吸血状態になってますが、ヘッシュを食らってしまう。反撃するがこれ届かない。さあこれスタンドオンにしていますね今。これはね相手の時止めをだいぶ警戒してますね。さあしっかり積極的に攻撃し4発殴っていく。さあジッパで奇襲をかけようとするか。奇襲をかける。さあジョルノと一緒に2人追い詰めていくぞ。ズキャンと音が聞こえた。これヒットしてしまう。相手のミスターうまい。さあここはしっかりと着地を狩られないようにしたかったが、なんとか着地狩りはされなかったが2発3発をもらってしまう。さあここまでだと自品に減ってしまうぞ。しかしそのままミスターを追い詰める。ここはどうするか。さあミスターを見事にダウンし、これや火をスタンドオンにし、相手の時止めザワールドを警戒しちゃう動き。これでねスターワールドはいつ飛んできてもいいようにと待ち構えていく。さあ相手のデュオはだいぶ削っていて、おそらく体力がないのでしょう。自分のねパッシブスキルである回復と回復スキルとね。さあここでレクイエムを吐いていく。おそらくディオはさっきねダダダと逃げていたので、おそらく回復スキルを回復のアイテムを回収した十分戦える状態になっているんでしょう。おそらく体力が1000以上なので最後の対戦。さあディオと対面する。ドーンと音が見えたが、さすがにスタンドでしっかりと構えていたので、これはダイブでしっかりと逃げていく。そしてそのまま撃墜し勝利したのは北区ブチャラティ。チームワークの勝利だな。これぞブチャラティですね。これで全ての任務を完了した。さっきの場面はねあんな感じで対面に時止めがいたり、ザワールド持ちですね。ザワールドがいた場合はあんな風にねスタンドオンでもうジャンプせずにしっかりと待ち構えるっていうのが大事です。そうするとあんな感じで見てからねスッてダイブすれば普通に時止めは回避できるといった状況ですね。お見事でした。はい、というわけでエンディングです。ちょっとね、また実況まだ不慣れでカミカミでしたが、今回は北区さんのブチャラティ視点をね、2試合お送りいたしました。いやー、ほんとね、なんでしょうね、ところどころの状況がすごく冷静なんですよね。1戦目のジョウスケに襲われた場面、ミスしたにもかかわらず、途中しっかりとミスらず、その後しっかりとね、前段当てて倒したりとか、あとね、最終盤の、キラーとナランチャになった場面、あれはしっかりとキラーに殴られない距離で一発一発丁寧にね、当てていって、相手にプレッシャーをしっかりと与えていくっていうね。で、近寄られたらすぐダイブをするっていう。あんな感じでね、あんな感じで、すごい落ち着いた立ち回りをするのが、落ち着いたっていうかね、そんと落ち着いてね、冷静な立ち回りができるようなね、ほんとね、それは当たり前のことなんですけど、やっぱりそれをね、すんなりできるのはやっぱこの人うまいなと思いました。2戦目のペア戦もね、早々に人数が結構なくなってて、結構少人数マッチのペア戦だったんですが、あんな感じでスタンドオンでしっかりと構えてね、相手のザワールドをダイブで逃げるなどね、ほんとところどころしっかりと冷静にね、立ち回れる動きするのは状況判断というかね、そういうことができるのは、本当にこのブチャラティというキャラクターをしっかりやり込んでいる証拠だなっていうのをね、見て取れますね。というわけで今回、北区さんの視点をいただきました。本当に北区さん、今回はありがとうございます。というわけで、今回は、毎回終了の挨拶がないな。今回の動画はここまでです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。さようなら。